おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生はあれ、エンジンとミッションがくっついてるということで、今回はこのスーパーセブンのミッションを修理してエンジンにくっつけるところまでやっていきたいと思います。そして先に、視聴者の皆様に伝えておかなければいけないことがございます。これまでエンジンの組み立て、そしてミッションの作業、サブチャンネルの撮影と全て同時進行でやっていたところ、ミッションの分解映像を紛失してしまいました。多分ね、他の動画のファイルに一緒に入れといて間違って消しちゃったっぽいんですよね。なので作業映像、本来であれば分解があってミッションのガスケット交換とかっていうはずだったんですけど、そこがなくなってドライアイス洗浄かけた後、急にガスケットの掃除になります。編集してて気づいちゃいました。なのでオープニング撮り直してます。はい、本当ごめんなさい。それではミッションの洗浄からスタートです。やらかしちゃった。ミッションの洗浄をやっていきます。結構ね、こう汚れがすごいですよ。これほら、もう油とね汚れが混ざってぎっとりこびりついたような感じです。後ろ側もこれですよ。これ掃除していきます。綺麗に塗装が剥がし終わりました。やっぱりドライアイス洗浄すごいですね。密着してない塗装はね、ベリベリ剥がれていきます。後ろの方はね、アルミでした。そう、こっちのケースアルミでした。汚れてたからね、全部同じ材質かなと思ってたけど、このミッションね、オイル漏れがすごくて、ここのアウトプットシャフトのところとか、ミッションケースのところのガスケット変えたりとか、いろいろね、オイル漏れ対策で部品交換やっていかなきゃいけないんで、分解して塗装して、ガスケット類交換して組み立てるっていうのをやっていきたいと思います。ミッション側はこんな感じでございます。こっちがインプットシャフト側、そして奥に見えるのがカウンターシャフト。特にね、傷とか刃掛けとかそういうのもなさそうで、全然調子は良さそうです。一応今回はミッションのオーバーホールじゃなくね、塗装とオイル漏れの修理なんで、特にこれ以上分解したりとかはする予定ありません。このガスケット剥がしてオイルストーン当てて面整えるのを先にやっちゃいます。塗装した後にやるとなんかちょっと傷入れたりとかしても嫌だから先に掃除をしちゃう。これ剥がすのに使ってるのはね、のみです。最近僕のお気に入り。スクレーパー使うよりこっちの方が綺麗に落とせます。ガスケットの残りとかね。サビもだいぶ落ちて綺麗になった。で、こっちミッションの後ろ側のエクステンションみたいなやつ、こんな感じで、ね、抜けます。よいしょ。こっちも液体ガスケットがついてるんで、これも綺麗に掃除して、よいしょ。紙ガスケットもね残っちゃってる。買ってえぞこれ買ってえぞ。外れないんですけど。取れた。セーフ。傷はつけずに外せました。めっちゃ硬いこれ、オイルシール。アウターがなんか金属でできてるから外すのめっちゃ硬い。でもこっち側には傷入れずに済んだんでよかったです。はい、ということでマスキングまで終わらせてしまいました。この後ろ側マスキングして、でこっちのシャフト側もマスキングして、中には塗装が入らないようにしてあります。あとこっち、これもドライアイス洗浄かけたら塗装ベリベリ剥がれたから、これも塗装します。で全部足付けとかも終わってて、あと脱脂して塗装するだけですね。塗装のやり方としては、この必殺サビ封じを塗っ
、その後二液の塗料を塗ってっていう形でやっていきたいと思います。1年間にわたる検証の結果、この必殺サビ封じを塗って二液のウレタン塗料を塗るのがね、一番サビには効果がありそうな感じだったので、そんな感じで塗装をしていきたいと思います。ということで脱脂していきます。シリコン筆脱脂、よっしょ。こうやって立てるためにメインシャフトを外しました。で、必殺サビ封じ、ガンにそのまま直接で。最近これめっちゃ値上がりしてました。これなくなってきたからね、新しいの買おうと思ってこれ調べたらね、一昨年買った時の倍の値段になってました。びっくりしちゃった。めっちゃ値段上がってた。今これ1リッター缶で9000いくらになってたかな。めっちゃ高くなってた。でももうこれやめられない。そのぐらいこれめちゃくちゃいいっすよ。塗るの楽だしね。それではお待たせいたしました。塗装タイム行ってみよう。塗ってきます。二液の黒塗っていきます。塗装翌日、綺麗に塗れました。やっぱり黒いいっすね。新品部品みたいになった。ほら、美しい。サビサビだったここの蓋も綺麗になりました。マスキングテープを剥がすと、綺麗な面が出てくる。このテープ剥がす瞬間がすごく気持ちいい。ほら、綺麗になった。よいしょ。名車再生スーパーセブン。チャンネル登録よろしくね。そしたらミッションを組んでいきたいと思います。もうね、ちゃんと部品は発注してあります。ガスケットとオイルシールと、注文が間違っていなければ、ちゃんとミッション組めるはずなので、ミッション組み付けて、そしてエンジンにくっつけて、完成させてしまいたいと思います。まずはインプットシャフト側のカバー。ここにオイルシールとか入ってるんで、これ交換しちゃいます。オイルシールに液体ガスケット塗って組んでるんだ。液体ガスケット塗らなきゃダメなのね。このオイルシールの縁に液体ガスケット塗ってはめ込んでるっぽいんで、同じように組み付けもやっていきます。よいしょ。よし、取れた。ほら、ガスケットが塗られてる。液体ガスケット。違うな。違いますね、これ。違う。液体ガスケット多分本来は塗る必要ないんだ。塗る必要ないんだけど、ここのオイルシールがはまるところに傷入ってますね。それ埋めるために多分オイルシールにガスケット塗ったんだな。これ、線傷。前回外す時に引っ掛けたんですね、きっとね。あとなぜか、オーリングのついてた場所にも液体ガスケットが塗られてる。オーリングにも液体ガスケットがついてる。これオーリング再使用したのかな、前回。なんかそんな感じがするな。まあいいや、とりあえず組んじゃいます。液体ガスケットをつけないとオイルシールが多分持ってきちゃうから、ちょっと脱脂して、で、オイルシールの周りに液体ガスケットを塗りたいと思います。で、こっちの傷がね、ちょっと深そうだから、この傷の部分だけちょっと、こうやって液体ガスケット塗っといて、これで多分埋まってくれるでしょう。ちゃんとオイルシールを打ち込むことができました。一番奥まで打ち込めば大丈夫ですね。そしたら、このリップの部分にグリス塗っときます。ここ先にグリス塗らなかったのは、液体ガスケットつけるときにね、油ついたら嫌だから、先に塗らなかったです。この打ち込んでからシリコングリスを塗っておく。続いてエクステンションのケース。こっちも組み立てちゃいましょう。
まずね、ここにねオーリング入ってるんですよ。でこのオーリング単品の部品としてなんか設定なかったんで、手持ちである適当なオーリングに交換しちゃいます。というよりオーリングセットを買いました。ほらオーリングいっぱい入ってるやつ、この中からちょうど良さそうなの探していきます。よし、ぴったりぴったりで、こっち側にも入るんでこっちも交換しちゃいます。こっちはこの黒い筒にかぶせて、よいしょ、はい、ここにはまって、でもってここがこういう風に通ります。こういう感じ。そしたら今度は後ろ側にオイルシール入れていきます。オイルシール、それじゃあミッション組んでいきます。まずはこっちの後ろのエクステンションみたいなケースにメインシャフトをはめ込みます。これを打ち込んで、そしてここのクリップを今のうちに留めてしまうと。そしたら次はこっちミッションのケース、こうインプットシャフトはねこんな感じで落っことした状態、プランプランな状態で後ろ側入れていきます。インプットシャフト入れるときはこっちからこっちにしか入れられないんですよ。だからこれでチューブラリンにした状態でメインシャフトを入れて、こっち側決めた状態で最後インプットシャフトはめ込んでベアリング止めてっていう形みたいです。だからこっち側のインプットシャフトチューブラリン状態にして、そうしないとこっちのねカウンターギアの方にぶつかっちゃってメインシャフト入れられないですよ。ここの合わせ面脱脂をして、でここには紙ガスケット、こういう油取り紙みたいな紙ガスケットがここに入るんですけど、これだとねなんかお湯漏れするらしいから液体ガスケットも合わせて使ってサンドイッチするように貼っていきます。でまた液体ガスケット塗って、この紙ガスケットをサンドイッチするように、よいしょ。そしたらこっちメインシャフトを入れていきます。そしたらインプットシャフトもこの時点でちょうどいい場所に収めて、そしたら次はこっちのインプットシャフト側、よいしょ。ここにオーリングがついて、ここは液体ガスケットは塗らずにつけてきます。オーリングに液体ガスケットは塗らない、さすがに塗らない。そしてここの留めるネジはここ穴がね貫通穴でミッションの中の方まで貫いてるんで、そのまま閉めちゃうと漏れてきちゃうからシール剤塗って閉めていきます。はい、 OK。 ここのスピードメーターのシール変えちゃいます。よいしょ。古いシールあてがって叩いて入れちゃいます。反対側からメーターギア入れて、でここに蓋つけてきます。ここの蓋シールつけて打ち込むって指示になってるんでシール塗っときます。よいしょ。蓋は再利用ですね、うまいこと外せたから。そしてシフトフォークを入れて、よいしょ。シフトロットこれ入れてきます。よいしょ。割りピン入れて、
動き問題なしですね。ちゃんと動く。バッチリ。 OK。 そしたらここに止めるためのバネを入れて、これ中の玉はね入れっぱなしなんで、バネ入れて締めるだけ。そして脱脂して、よいしょ、こっちの蓋も脱脂して、ここも紙ガスケット、こんな感じのやつで、ここのガスケットもねやっぱりね漏れやすいっていう話なんで、ここも液体ガスケット塗っときます。ただ普通の液体ガスケット塗っちゃうと、これ固まると次再使用できなくなっちゃうじゃないですか。でオイル抜く時こっから抜かなきゃいけないんで、それでまたここ脱着しても使えるようにってことでこれ作ってきます。これね固まらない液体ガスケットです。動画の順番的にはもしかしたらエンジンの組み立てでも使ってることになるかな。動画の順番ちょっと実際のリアル作業とはね違うんですけど、今リアル作業で言うとエンジンの組み立てよりミッションの方が先にやっちゃってるんですよ。だからこれ使うの今回ここが初めてなんですけど、ずーっと固まらないでシールしてくれるガスケットです。で紙ガスケットをのせて、でまたここにこうやって塗って、この固まらない液体ガスケットでサンドイッチするように。なんかねこの紙ガスケットが油吸っちゃって、それでじんわりじんわり漏れてくるみたいですね。で脱着すると紙ガスが破れちゃったりとかして再使用できなくなっちゃうから。でもこの固まらないやつだと油がにじんでくることもないし、そして次外した時にもまた再使用できると、素晴らしいガスケットです。ギアオイル入れる時はこっちのフィラーがボルトいるんで、こっちから油入れます。これでネジ締めちゃいます。よいしょ。はい、そしたら次はシフトのリンゲージ。これ特にブッシュとかがボロボロになってたりとかそういう感じないんで、掃除してグリスアップしてで組んでいっちゃいます。シリコングリスたっぷりと、よいしょ。そしてこれがこうかぶさって、よし、これをはめると。そしたらレリーズつけていきます。よいしょ。とりあえずここの支点になる場所にグリス入れて、あとここのベアリングが動く場所にもちょっとグリス塗って、薄くね、薄く、あんまり塗りすぎるとゴミ感じゃうから薄く塗って、そしてこれをつけて、よいしょ。そしてレリーズベアリング。今回レリーズベアリングはね交換しないです。まだシャラシャラ言う感じもないし、クラッチもまだ減ってないから、クラッチ変える時が来たら一緒にこっちも交換っていうことで、今回はベアリングの交換はなしでいきたいと思います。OK、これで終わり。ミッションの組み立てが終わりました。クラッチを切ったりつなげたりするレリーズの動きもスムーズに動くようになったし、外観は綺麗になったし、後ろ側ねここ黒くなんか塗られてたっぽかったんですけど、それも綺麗に落としたから、ちゃんとアルミの素地がむき出しになって綺麗なミッションになりました。で実はミッションを作業をやりながらも同時進行でエンジンの組み立てとかもやってたんで、多分前回の動画でこっち上がってるんじゃないかなと思うんですけど、エンジン組み立てとミッションの組み立てと同時進行で作業をやっていました。だからミッション組み立て終わってから少しだけちょっと時間が経っちゃってるんで、どの辺がね難しかったとかいまいちちょっと覚えてないんですけど、なんとなく覚えてるのはものすごくミッションが重かった。そしてハウジングとかこのミッションケースが上下で分割できないんで、はめていくのにちょっと知恵の輪みたいにして入れなきゃいけなかったりとか、ちょっと面倒くさかったかなって気はしますね。
ただ構造的にはやっぱり日本車ジムニーのミッションやった時とかと同じで、基本的な構造は同じだからちょっと重たくて作業がめんどくさい。だけど別にそこまで難しいわけでもないっていう感じのミッションでした。多分日本車のミッションとかオーバーホールできる人だったら別にケータハムのミッションもそんなに変わらないんで難しくはないと思います。そしたらミッションもできたしエンジンも出来上がってるんで、これからクラッチつけて、ミッションとエンジンをつなげていきたいと思います。車から降ろすときはエンジンだけ降ろしてその後ミッションを降ろしてって2回に分けて外したんですけど、どうやらなんかミッションとエンジンつけたままうまいこと乗せれるみたいなので、乗せるときはミッションとエンジンくっつけて、エンジンクレーンで入れていくような感じで作業をやっていきたいと思います。ということでエンジンをクレーンで吊ってフライホイールとクラッチとつけていきたいと思います。フライホイール使える前にここのミッション取り付け部分なんかちょっとサビ出てきたら嫌だから塗装しちゃいます。ここミッションつくと隠れちゃうんですけど、せっかくだからね塗装しちゃいます。まずはフライホイールをつけます。ダッシュしてクラッチが滑っちゃうからね、フライホイールダッシュをして、そしてクラッチとクラッチカバー再使用します。まだ溝も残ってるし使えそうな感じなんでこれは再使用。クラッチの当たりとかこの辺の摩耗具合もそんなに焼けてる感じないし大丈夫だと思います。部品が高くて買うのちょっとやめときました。もうちょっと円高になって部品代が安くなった頃にクラッチ交換しよっかな。まだね走行距離5万5千ぐらいでクラッチ自体の摩耗もそんなでもないから、あと3万キロとかうまくやれば5万キロぐらいは走れると思うんですよ。ちょっとねクラッチカバーの錆とかはひどいけどクラッチの仕組み自体には特に問題なさそうだから、もうちょっと円高になってから部品を買いたいと思います。お手製芯出しツール、これでこう入れてこれで合体。よいしょ。これ入れるの忘れてました。ここに入るスペーサーというかなんかそんなやつ、これ探すのに1時間もかかっちゃった。すげえ変なとこにしまい込んでた。フライホイールをつける前につけなきゃいけないやつもあるからね。今回はそうじゃないけど危ない危ない。今回は差し込みでつけることができます。そしてサブチャンネルできれいに塗り直したスターターモーター、これをつけてエンジンとミッション完成です。ちょっとカメラの回ってないところで釣り具かけ直したりとかエンジンの前側塗装をやり直したりとかちょっとやってました。ようやく形になりましたね。長かったような短かったような、まあでもジムニーのエンジンやった時に比べると割と早く作業終わったのかな。今回エンジンとミッションをくっつけることができたので、あとは車に乗せるだけですね。次回の動画で乗せられるかな、どうかな。乗せたいなとは思ってるんですけど、まだエンジン乗せる前にやらなきゃいけない作業があったりとかして、燃料配管、これ松さんのところで仕入れてきたんで燃料配管とか直して
ガソリンタンク積んだりとかいろいろやって、次回の動画でエンジンを積めるように頑張ります。動画の続きが気になるよという人はチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。